はやぶさの前に立つ一人の搭乗員。 AI で当時の色を再現してみる。飛行帽にゴーグル、胸には勲章が光っている。この男は敵の爆撃機に体当たりして生き残った。19歳で戦争が始まり、39機を撃墜した。12ヶ月で30機。驚異的なペースだった。愛機には吹雪と名付けた。仲間たちは彼をこう呼んだ。運の穴吹きと。陸軍航空隊のトップエース、穴吹悟。今日の動画はこの男の物語です。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。飛行場に並ぶはやぶさの列船。穴吹悟は1921年香川県の農家に生まれた。父安太郎と母ヤナの12番目の子八男だった。高校を出た穴吹は少年飛行兵を志願した。1938年東京陸軍航空学校に入校。熊谷飛行学校でパイロット訓練を受けた。その後立洗飛行学校で戦闘機訓練を終了。1941年3月少年飛行兵第6期で卒業した。台湾の飛行第50戦隊第3中隊に配属。同年10月5長に昇進。太平洋戦争が始まった時、穴吹はまだ19歳だった。乾燥した飛行場で整備を受けるはやぶさ。塗装が剥がれ、下地のアルミが露出している。前線の過酷さが伝わる一枚だ。開戦直後、穴吹はフィリピン作戦に参加した。金丸2の列機として初出撃。1941年12月21日、リンガ園上空で P40 を撃墜。これが穴吹の初戦果だった。第3中隊はルソンに残り、バターン半島の哨戒任務に就いた。翌年2月9日、リマイ上空でさらに P40 を2機撃墜した。穴吹の戦いはここから始まった。整備員がコックピットに乗り込んでいるはやぶさ。基板25が尾翼に見える。背景には複数のはやぶさが列船に並んでいる。1942年4月、第50戦隊は日本に帰国した。97式戦闘機から一式戦闘機はやぶさに機種転換。穴吹は愛機に自分の姓から1文字を取って名前を付けた。吹雪号。第50戦隊では操縦者が各自の愛機に独自の愛称をつける伝統があった。垂直尾翼に愛称と撃墜マークを描いた。穴吹の撃墜マークは太丸2星。そして穴吹は自分自身にもあだ名をつけていた。白色電光戦闘穴吹。50戦隊の部隊マーク電光。第3中隊の色白。飛行文化戦闘。これを組み合わせた自称だった。本人が好んで使っていたという。ミンガラドン飛行場の写真。 AI で色を入れてみる。軍刀を持った日本海軍の将校が飛行場に降り立っている。これは終戦時降伏交渉のために訪れた時の記録だ。だがこの飛行場にはもう一つの歴史がある。1942年穴吹たち第50戦隊がここを拠点とした。6月に南ビルマに展開し、9月にミンガラドンに前進。ビルマの空には英空軍のハリケーンやスピットファイアがいた。米陸軍の P318 や B214 も飛んでいた。穴吹は愛機吹雪を狩り、この空を飛び続けた。地上に駐機するハリケーン戦闘機。 AI でカラーにしてみる。グランドクルーが機体の周りで作業している。穴吹がビルマで最も多く戦った敵機だ。1942年12月24日、マグウェを離陸した直後だった。敵のハリケーンが現れた。
穴吹きはすぐに空戦に入り、2機を撃墜した。撃墜したハリケーンのうち1機は、イラワジ川に不時着した。パイロットは捕虜となった。飛行隊長クラスだったという。だがこの空戦には、もう一つ、信じがたい事実がある。穴吹きは離陸後、主脚を格納し忘れていた。足を出したまま、空戦をやっていたのだ。それに気づいたのは、戦闘が終わった後だった。地上に映った磁気の影を見て、初めて足が垂れ下がっていると知った。足を出したまま、ハリケーン2機を落とし、敵パイロットまで捕虜にした。運の穴吹きの面目躍如だった。高高度を旋回する B24 リベレーター、AI で色をつけてみる。太陽光に照らされた4発の重爆撃機。この巨大な機体を穴吹きははやぶさで落とした。1943年1月26日のことだ。それまで B24 は落ちないと思われていた。4発のエンジン、頑丈な機体、強力な防御火器。はやぶさの武装は 12.7 ミリ機銃にて、重爆相手には心もとない。だが穴吹きは得意のダイブ攻撃で仕留めた。上空から一気に突入し、急所を撃ち抜く。B24 が火を吹いて落ちていくのを仲間たちは見ていた。それまで落ちないと諦めかけていた相手を穴吹きが落とした。仲間の士気は一変した。穴吹きがやれるなら俺たちにもできる。あの日から B24 は恐れる相手ではなくなった。第50戦隊のはやぶさ月が密集編隊で飛んでいる。尾翼の稲妻、マーキングがはっきりと見える。暗緑色とハイシコイトの2色迷彩。穴吹きはビルまで12ヶ月のうちに173回出撃した。個人日記には48回の戦闘が記録されている。その間に30機を撃墜した。クロエ大尉は穴吹きをこう評している。勇敢で粘り強く、非常に正確な射撃手だと。性格は控えめだったが、闘志は誰よりも強かった。得意戦法は上空からのダイブ攻撃。高度の優位を取り、一撃で仕留める。それが穴吹きの戦い方だった。東京陸軍校空学校時代の佐々木勇。 AI で色を入れてみる。軍服姿の若い顔がカラーで蘇る。第50戦隊には3人の撃墜王がいた。第1中隊の佐々木勇38機撃墜、腕の佐々木。第2中隊の下川幸雄21機撃墜、度胸の下川。第3中隊の穴吹悟39機撃墜、運の穴吹き。この3人は第50戦隊の3番ガラスと呼ばれた。穴吹は幸運で生き残り、佐々木は技量で生き残った。3人ともビルマの空を飛び続け、戦後まで生き延びている。騒動の P38 ライトニング AI でカラーにしてみる。左右に分かれた胴体がこの機体の最大の特徴だ。1943年10月8日、穴吹きの最も有名な戦闘が起きた。バセイン上空で B24 と P38 の混合編隊を発見。穴吹きは短期で迎撃に向かった。まず P38 を2機撃墜した。だが弾薬が尽きかけていた。目の前にはまだ B24 がいる。穴吹きは体当たりを決意した。愛機君風で B24 に突っ込んだ。機体は大破した。穴吹きは海岸に不時着し、機体から這い出した。3日間ジャングルをさまよった。そして部隊に帰還した。体当たりした B24 も墜落したとされている。この戦闘の2日後、第3航空軍司令官から個人感情が授与された。生存中の個人に対する感情は当時としては前例がなかった。ビルマ方面軍司令官の川辺将軍は病院の穴吹きを訪問し、監視を送った。第50戦隊のはやぶさの残骸。 AI で色を入れてみる。地上に放棄された機体が草に埋もれている。
ビルマ航空戦は陸軍航空隊にとって最も長い戦いだった。はやぶさでハリケーン、スピットファイヤー、P318、B24 と戦った。穴吹きは生き残ったが、多くの戦友が帰らなかった。1943年5月29日、愛機、吹雪は飛行時間240時間で寿命を迎えた。穴吹きは新しいはやぶさを受領した。妻の名前、キミコから一文字を取って、君風号と名付けた。この機体で、穴吹きは体当たりを敢行することになる。颯の前に立つ穴吹悟。胸には落下傘ハーネス、腰には軍刀のガト短冊。背景に迷彩塗装の颯が見える。体当たりの後、穴吹は作戦飛行を禁止された。1944年2月、日本に帰国。明けの飛行学校の助教となった。仲間たちは穴吹をこう呼んだ。ビルマの桃太郎と。故郷の香川県にある高松飛行場で、ビルマ人留学生の総重教育を担当した。だが、穴吹の戦いはまだ終わっていなかった。佐治の飛行場に駐機する颯。AI で色をつけてみる。反転状の迷彩塗装が施されている。陸軍最強と言われた戦闘機だ。穴吹はルソン島へ颯を空輸する任務に就いた。その途中、台湾の高尾上空で米海軍の F6F と遭遇した。穴吹は颯で F6F を4機撃墜したと報告している。空輸任務の途中で4機。颯の性能と穴吹の腕が合わさった結果だった。早朝に昇進した穴吹は陸軍航空隊のトップスコアラーとなった。篠原博道の58機に次ぐ陸軍第2位の撃墜数だった。富士山の上空を飛ぶ B29 の編隊。日本本土を焼き尽くした超重爆撃機だ。穴吹は明けの共同飛行士団に所属し、5式戦闘機で本土防空戦に参加した。B29 を1機撃墜している。戦争全体を通じての総撃墜報告数は51機から53機。研究家による戦後の調査では30機と推測されている。いずれにしても穴吹が陸軍航空隊屈指のエースであったことに変わりはない。19歳で開戦、体当たりして生き残った男。穴吹悟は戦後も空を飛び続けた。1950年、警察予備隊に入隊。陸上自衛隊でヘリコプターパイロットとなった。戦闘機からヘリコプターへ180度違う人生だった。東北方面、ヘリコプター、飛行隊長を歴任し、二等陸佐で退官。その後、日本航空に入社し、1984年に退職した。2005年6月、穴吹悟は83歳で亡くなった。ビルマの空で、はやぶさを操り39機を撃墜した。キャシを出したままハリケーンを落とし、B24 に体当たりして生き残った。運の穴吹、腕の佐々木、度胸の下川。第50戦隊のサンバガラスは3人とも戦後を生きた。先人たちの犠牲の上に今の平和がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。今回の動画の参考文献は穴吹悟さんの総空の川。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。あなたのご家族やご親戚に戦争を経験された方はいませんか？どんな小さなことでも構いません。コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。